皆さんこんにちは。七田教育研究所代表七田式主催の七田光です。今回は子どもの問題行動についてお話ししたいと思います。お子さんが言うことを聞いてくれない、あるいはなかなか我慢ができない、友達や兄弟に意地悪をする、そういった問題行動が起きている。なぜ問題行動が起きるか、その子どもの心理といいますかね、状況をちょっと考えてみたいと思います。まずですね、子どもが言うことを聞いてくれないっていう大変よくあるご相談ですけれども、その前に一つお父さんお母さんにお尋ねしたいと思います。お父さんお母さんはお子さんとの約束をどのぐらい重要に感じていらっしゃるでしょうか。約束というと少し大げさに聞こえるかもしれませんが、例えば来週の日曜日に動物園に連れてってあげるよとか、もっと卑近な例で言うと、今日はじゃあ寝る前にね絵本読んであげるからねという、そういう何気ない約束をいつもちゃんと守っていらっしゃるでしょうか。もしそれができていないということであると、お子さんの気持ちの中に、どうせお母さんは読んでくれるって言っても言うばっかりで読んでくれないくせに、こういうふうな言葉「くせに」が出てくるとね、ちょっと要注意ですね。実際本当は動物園に連れて行ってあげたい、自分自身も楽しみにしてたんだけれども、ご主人のお仕事の都合で急に休日に仕事に出なくちゃいけない、そこで行ける予定だったんだけど中止になった、そういうことはあるでしょう。でもこれをちゃんと子どもに理解してもらわなくちゃいけないんですよね。だからその時にこういう理由で行けなくなったと。だけど、来週の日曜日には必ず連れてってあげるからねっていうふうにちゃんとただ行けなくなった、お父さんの都合で行けなくなったっていうんじゃなく、ちゃんとですね、リスケジュールをしてリスケをして、この日なら行けるから絶対この日に行こうねって、今日はむしろ曇りだったからね、この日は晴れるかもしれないからとかね、いろいろですね、お父さんやお母さんも本当は行きたかったんだっていう気持ちを伝え、代わりの日にはいついつに行くよとかね、例えばその絵本を読むって言ったのも、約束したことを簡単に軽んじることなくですね、今日は子供に絵本を読んであげる約束をしてたって言って、なんて言うんでしょうね、他にもお忙しい用事があると思いますが、それよりも子供との約束を優先するっていうことで本を読んであげる、それをしてもらうことによって、お母さんはお父さんは僕との約束をちゃんと守ってくれる、子供との間にそういう信頼関係ができていると、自分のことをそれだけ大事に考えてくれるお父さんやお母さんだからこそ、お父さんやお母さんの言うことはちゃんと守ろうっていう気持ちが子供に芽生えます。これは親子関係も人間関係に他ならないからなんですね。普通の大人同士の人間関係であっても、自分のことを大事に考えしっかり約束を守ってくれる人との約束は守ろうとします。だけどチャランポランで口先ばかりでやるって言ってもやらない、そういう人の話を信用しますか？しませんよね。だから小さなまだ2歳3歳という小さな子供であっても、ちゃんと一人前に、子供と約束をしたからということを大事に考えて、まるで上司のお子さんに接するかのようにそこはですね、ちゃんと約束を守るということをしていただくと、言うことを聞いてくれないっていう悩みからは解放されると思いますのでね、ぜひその辺をまずは振り返ってみていただきたいなと思います。それから我慢ができないということに関してなんですが、これはですね、もう乳児の時から実は我慢っていうのが育てられる状況になります。小さな赤ちゃんはね、言葉がまだ操れません。上手にお話をして自分の意思を伝えることができませんから、泣くということでね、お腹が空いたとかおむつが濡れて気持ち悪いとか、眠たいのに眠れないよとか、そういう思いをですね、泣くということで表現をしていくわけですけれども、どうしたのって言って泣いて、お腹空いてるんだと思って
そこからミルクを飲ませる、母乳をあげるっていうことを泣いている途中に始めるのではなく、よしよしよしということでそろそろご飯にしましょうね、もう泣き止んでっていうふうにして、泣き止んだタイミングで、ミルクをあげるというふうにしていただくと、泣き止めばもらえるんだと子どもは学習します。これを泣いてる最中にしちゃうと、泣けばもらえるんだっていうふうに錯覚をするとね、その後の育児は大変になりますのでね、ぜひそこは、一瞬心を鬼にしなきゃいけないかもしれませんけれども、泣き止んだらおっぱいをあげるっていう、そういうタイミングを考えてくださると良いと思いますね。それから幼児期になってね、言葉がしゃべるようになっても、おもちゃ売り場に行ってね、今日は買わないよって約束をしたのに、これが欲しい、急にね、欲しいものが見つかって、やだやだどうしても欲しいみたいにね泣き叫んだ時に、もうしょうがないわね、これが最後よ、これ1個だけよみたいにして、いうことを聞くと後が大変です。それはやめましょう。この時に心を鬼にして、今日は買わないって言ったから買わない、それを通してください。だけどじゃあこの次来た時に、は買ってあげるねっていうふうにして、少しでも我慢をするという経験をさせるんですね。そうすると、我慢をすれば買ってもらえるという学習をしますが、泣いたタイミングで買ってしまうと、泣けば買ってもらえるんだと学ぶのでね、これはこの後の子育てがとても大変になりますのでね、ぜひ最初が肝心と心得てください。それからいきなり1時間待ちなさい、2時間待ちなさいと言ってもね、それだけの長時間待つことは難しいです。もう最初は1分でいいです。1分我慢するということを経験させましょう。1分我慢できたら、すごい、あなた初めて1分我慢できたのよっていうことをね、言って褒めてあげる。そしてその次には3分に挑戦する、5分に挑戦する、10分に挑戦するというふうにですね、小さな我慢をちょっとずつできた実績を作っていってあげるんですね。そうすると子どもの方も30分我慢しなさいって、30分って何、30分とか分かんないしっていう子どももいらっしゃるでしょうし、30分が仮にある程度長い時間だっていうことが分かった時に、そんなに長い時間待てないっていうね、実績がない時はそうなります。だけどそうだ、この間お母さんが言う通り、この間僕は10分我慢しなさいって10分待てたんだっていうのが自分にあると、自分は10分は待てる子だっていうのがね、そういうレッテルというか、いい意味のね、記録を持ってるわけですから、その記録をさらに5分伸ばそうとかね、20分伸ばそうと、あなたならできるよっていうことでね、30分待った実績、1時間待った実績を作ってあげると、どんどん我慢ができる子どもに育っていきますのでね、これも一足飛びではなく、ちょっとずつ実績を作っていくということを考えてくださるといいと思いますね。それから意地悪をするなど、そういういろいろな子どもが引き起こす問題行動っていうのは、まず一番最初に考えられるのが、親の愛情が伝わっていない、親は伝えてるつもりなんですよ。生まれてから一日もいなくなればいいとか、そんなことは思ったこともない。ずっとずっと生まれてきてありがとうっていう気持ちなんだけど、その気持ちが子供に伝わっていない。子供の側からすると愛情不足感、昔は確かに優しかったけど、最近弟が生まれてから妹が生まれてからもう僕なんかどうでもいいんだ、私なんてどうでもいいんでしょみたいな思いにとらわれているケースもあるかもしれません。だからしっかり愛を伝えていくっていうことが大事なんですね。でこれは、愛は量より質なんです。だから一日中一緒にそばにいて一回も笑顔を見せないくらいなら、一日中預けていても3分間電話で「今日保育園でどんなことあったの？うわそんなことあったんだ、よかったね、楽しかったね」みたいに、そういう濃密な子供とのマンツーマンの愛を伝える時間っていうのが3分あれば、子供の愛情不足感が消えるんですよね。だからそういうことを知っていただいて、しっかり子供と向き合う時間、一日中ね、家でやることがいっぱいあると思いますが、寝る前のたった3秒でもいいんです。今日も一日頑張ったね、
明日もいい一日になるといいねって言って123と3秒間笑顔で見つめる。これだけで、子どもとの関係が好転し、子育てが、楽になる、楽しくなるということがあると思うのでね、ぜひ、そういうところを注意してやってみてください。はい、今日はこれで終わります。